こんにちは、快適アートです。今回は前回の続きからで1枚目のパート2になります。前回は背景と肌の塗りを紹介しましたが、今回は髪の毛と服を塗っていきます。3色を使った立体感のある髪の塗り方ということで、メインチャンネルで上げているこちらの動画、髪の毛の塗り方解説と同じ塗り方で塗っています。レクチャーの内容が一緒になるので、この塗り方もできるよっていう人や、自分の好きな塗り方が他にある人はここを飛ばしてもいいと思います。それでは早速始めていきましょう。まずは髪の毛の色を作っていきます。髪の毛のメインの色味は桃と塩を混ぜた濃い色にしました。髪の毛の範囲が広いのでたっぷりと絵の具を作っておいてください。私はちょっと少なかったかもしれません。もう一色はこの作った色に紫を混ぜた色味です。メインの色を混色しておくことで影の色味と馴染みが良くなります。ラウンド6号の筆にメインの赤色、そして4号の筆に紫の影の色をつけて塗っていきます。白抜き用は2号の筆を使います。これは水だけで濡らしておいてください。背景をグラデーションで塗った時と同じ手順です。色が乾かないうちに2色目を置いていきます。影の色は髪の生え際と、あとは髪飾りの周辺に塗っています。結構範囲が広くて複雑なのでパーツ分けをして塗っていっています。まずはこの髪飾りの上側のエリアのみを塗っています。手が回りそうにないようなところはちょっと水でぼかしてこういう風に薄い色にしといたら後で重ねてもあんまり目立たないと思います。グラデーションをなじませるときは髪の毛の線に沿った方向のタッチでやっていきます。これ今水を落としてシミができちゃったんですが、こういう風に濃い色の絵の具に水を落とすとかなりはっきりしたシミができるので注意です。色面がウェットなうちは全体にこういう風に筆でなじませてなかったことにできるんですが、乾いちゃうとできないのでちょっとにじみができた時は注意深く見て修正してください。全体が綺麗に2色で塗れたら紫の方の色で髪の筋に合わせて影を入れていきます。暗いところから明るいところに払うような線でこういう風に影を入れています。髪の毛の線画が太い線になっているところを目印にしてそこをなぞるように立体感をつけていくと分かりやすいと思います。こういう風に2色でかけて乾きかけぐらいになったら白抜きをしていきます。2号の水だけをつけた筆で白抜きをします。白抜きの筆の水気は多いとうまくいかないので、筆の先が尖って見えるくらいというか、水が多くて筆が膨らんでない状態がベストです。太い線がある右側を明るくするように意識して明るい部分を作っています。髪の毛の束が折り重なって上に来てる方を明るくしていくイメージです。私は全体的に影が当たっている感じで描くのが好きなんですが、光源をバッチリ設定してはっきりした陰影で描く人は影の入れ方もそれに合わせて考えていってください。髪飾りより下側を塗っていきます。また2色でグラデーション作って塗っていきます。ここも髪の毛の毛束の線に沿って影を入れています。毛束の重なりがあってこういう風に空間が空いて見えるような部分は思い切って暗くしてみるとメリハリがつくと思います。
一番下側の部分分けしている髪の毛の範囲を塗っていきます。また明るい部分を作ってこんな風に白抜きします。乾いてから影色で作っている紫色で細かく陰影を入れていきます。ラウンド2号の筆を使っています。ぼかさないシャープな線で陰影をつけるとクリアな印象になります。髪の毛の柔らかさを見せたいようなところは影で入れた線の端っこをぼかしてみましょう。これは私がイラストメイキングとかでよくやっている影の入れ方です。髪の毛の色でぼんやりと眉を描いていきます。線画がもう入っていますので、ここは色をふわっとのせるだけでいい感じになります。最後にちょっと別の色味を足していきます。絵墨みの黄色を使っています。髪の毛のメインの色で塗った赤っぽい色をこれに加えています。4号の筆で隙間を空けながら髪の線画に沿って色を追加しています。こうするとピンクに見えるところと黄色が重なってオレンジっぽい茶色に見えるところができて、髪の毛の色に複雑さが出てきます。この重ね具合によっても髪全体の色味とか印象が変わってくると思います。次はキッショーの眼彩を使って服を塗っていきます。オレンジっぽい服にする予定だったので、そういう色を作っていきます。1色目は紅梅と黄土を混ぜた色を作ります。2色目は1色目の色に紅梅を多く加えたピンクです。最後影の色はエスミの桃色を使います。
まずはヒラヒラした上の方をオレンジで塗っていきます。これもたっぷり絵の具を置いて細かいことは気にせずに手早く塗っていきましょう。筆を洗わずにそのままピンクを使います。1色目が乾かないうちに下側にランダムなタッチでにじませていきます。オレンジとピンクを交互に筆につけながら残りの範囲を塗っていきます。また全面塗り終えたら乾かないうちに影の色をにじませていきます。線画で服のシワが描いてあるので、それを目印にして縦方向に線を入れてにじませていきます。下の絵の具が乾いていないので、こんな風にじわっとにじんでいきます。服を塗るとき、服のシワに沿ったタッチで筆を動かすことによって少々のミスやにじみができてしまったとしてもいい感じにシワに見えることがあります。なので線画をヒントにして服のシワなどの立体感に沿ったタッチで色を入れてみてください。袖にもシワの線画がありますが、ここは8の字型に影を入れて服の立体感をつけました。一度乾いてからフリルの下側に影を入れていきます。絵の具を塗ってから水をつけた筆でぼかしていきます。ぼかす時にゴシゴシすると下の絵の具が取れてしまいますので、ささっと手早く済ませて一度通ったところは何度も通らないようにしてください。逆に水っぽい絵の具を塗ってからにじませるっていう方法でもにじみの影色はできます。その方法の場合はここでやっているんですが、水で薄めたオレンジ色をシワのあるあたりに塗っておいて、その後に影の色をにじませています。こんな風に一回乾いてからでもにじみの影を作ることはできますので、もし全体を塗ることと影を入れることをいっぺんにできなかった人は、こういう風に工程を分割して乾かしながらやっていくのもいいと思います。絵の具は濡れている間の色と乾いた後の色がちょっと違って見えることがあると思います。乾くとだいたい色が一段白く見えますので、もし色味が足りないなと思ったら完全に乾かした後に上から重ねていきましょう。明るくしたいところはまた白抜きをしていきます。ちょっとふわふわしたテクスチャーを入れたかったので、袖の部分をティッシュで押さえました。雲を描く時とかなんかにこういう風にティッシュを使うことがありますが、ふわふわした白いテクスチャーが入るのですごい面白いと思います。ここの服の部分は結構広い色面を塗れるので、いろんな水彩技法を試してみるのにいいかなと思います。シワとかは後で描き足してもいいので、いろんな絵の具の効果みたいなのを試す機会にしてみてください。フリルの細かい部分にも白抜きで明るいところを作っておきます。このままでもふんわりと陰影が乗っていていい感じなんですが、ちょっと差し色で紫の影を入れてみました。白群と紫と紅梅を混色して白っぽい紫を作りました。白が混ざった色なので、ふわっとぼやけた影みたいな感じで入れてます。髪の毛や顔に使った影の色が紫なので、こういう風に紫を服にも入れてあげると統一感が出ると思います。
ちょっと細かい陰影の修正は最後にコピックでやった分があるので、今後のレクチャーも見てもらえたら最終形態がわかると思うんですが、ざっくりした塗り方でふわっと塗るのはこんな感じです。というわけで今回は髪の毛と服の塗り方を紹介しました。この塗り絵は水をジャブジャブ使ってもいい紙ですので、思いっきり色を広げたりにじませたりして絵の具の効果を試してみてください。次回は今塗り残してある残りの部分、アクセサリーと背景のお花を塗っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。